私たちが住む宇宙には確かな始まりがありました。およそ138億年前、ビッグバンと呼ばれる大爆発によって時空そのものが誕生したのです。そこから宇宙は膨張を続け、銀河が生まれ、星々が輝き、惑星が形成され、やがて生命が誕生しました。私たちはこの壮大な歴史のほんの一瞬を生きているに過ぎません。では、この宇宙に終わりはあるのでしょうか。もしあるとすれば、それはどのような姿なのでしょうか。そして宇宙は一度きりの存在なのか、それとも繰り返し誕生と死を迎えるのか。現代の宇宙論はこの究極のテーマにいくつかのシナリオを提示しています。宇宙の未来を考える上で欠かせないのが膨張のスピードです。1929年、天文学者エドウィン・ハッブルが銀河が互いに遠ざかっていることを発見しました。これにより宇宙は静止した空間ではなく膨張し続けていることが明らかになったのです。さらに現代の観測ではその膨張は単なる拡大ではなく加速していることが分かっています。この加速を引き起こしている正体不明の力は暗黒エネルギーと呼ばれています。暗黒エネルギーの性質こそが宇宙の終わり方を左右する最大の要因なのです。最も有力視されているシナリオがビッグフリーズです。宇宙の膨張が永遠に続くと銀河は互いに遠ざかり、星々は燃え尽き、新しい星も生まれなくなります。数千億年、数兆年と経つうちに夜空から星の光は消え、やがてブラックホールだけが残ります。そのブラックホールもホーキング放射と呼ばれる理論的な仕組みにより少しずつ蒸発していきます。最終的には宇宙全体が極低温に冷え切り、均質な暗闇と粒子だけが広がる死の宇宙となります。これは宇宙の熱的死とも呼ばれ、無限の時間の先に待つ静かな終焉の姿です。一方で膨張がいつか止まり逆に収縮へと向かう可能性も考えられています。これがビッグクランチと呼ばれるシナリオです。もし重力が暗黒エネルギーを上回る力を持つなら、膨張は減速し、やがて宇宙全体が一点へと収束していきます。銀河は互いに近づき、星や惑星は破壊され、最終的には極限の密度を持つ状態へ押しつぶされます。この時膨大なエネルギーが再び爆発を引き起こし、新しいビッグバンにつながる可能性も指摘されています。つまり宇宙は一度きりではなく、誕生と終焉を繰り返すサイクルを持つ振り子のような宇宙像です。さらに極端なシナリオも存在します。それがビッグリップ、宇宙の引き裂かれる未来です。もし暗黒エネルギーの力が現在よりもさらに強まり続けると、銀河同士は急速に引き離され、やがて星系や惑星もバラバラに分解されてしまいます。時間が進むと分子、原子、そして最終的には空間そのものまでもが引き裂かれると考えられています。これは非常に破滅的な未来像ですが、理論的には否定できないシナリオです。ビッグフリーズ、ビッグクランチ、ビッグリップ、この3つが代表的なシナリオですが、宇宙論には他にも様々な可能性が議論されています。例えば多元宇宙論では、私たちの宇宙は巨大なマルチバースの一部に過ぎず、終わりを迎えても別の宇宙が生まれ続けるといった考え方があります。また量子重力理論の視点では、ビッグバンも単なる始まりではなく、別の宇宙の終わりからつながる橋渡しの可能性があるとも考えられています。最新の観測データは暗黒エネルギーが支配的であることを示しています。そのため現時点ではビッグフリーズの可能性が最も高いと見られていますが、暗黒エネルギーの正体が解明されない限り確定的な結論を出すことはできません。宇宙の終焉を研究することは単に未来を予測する営みではありません。それは同時に私たち人類がどこから来てどこへ向かうのかを問い直す試みでもあります。終わりの形を知ろうとすることは、この宇宙の中での私たち自身の存在を理解する手がかりとなるのです。138億年の歴史を経て生まれた私たちは、膨張し続ける宇宙の中でほんの一瞬を生きています。宇宙が終わりを迎えるのは気の遠くなるほど先の未来です。
それでもその壮大な物語を知ろうとする姿勢こそが人間の探求心の証なのかもしれません。宇宙の終わりには膨張が続いて冷え切るビッグフリーズ、収縮して押しつぶされるビッグクランチ、引き裂かれて消滅するビッグリップ、複数の可能性が描かれています。どの未来が待っているのかはまだ分かっていません。宇宙は一度きりの存在なのか、それとも繰り返されるのか。その答えを明らかにするために科学者たちは今も観測と理論を積み重ねています。そして私たちはこの壮大な宇宙の物語の中で確かに生きているのです。